これも撮影でつけたスパークではあるんですけど、これはマウスで描いてるブラシで一つ一つブラシ90本ぐらい描いてるのでこれ逆になんでこれ書いたの？いやだってかっこよくしたいじゃないですか。ゲーム散歩改めアニメ散歩。今回は大人気アニメ僕のヒーローアカデミアの撮影現場を見学していきます。ゲストはボンズ撮影部の澤さん、武井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒロアカの第6期が始まるのが10月1日。今日収録日がですね9月19日ということで、撮影監督の澤さんはまさに今すごい忙しい時期だと思うのですが、はい、今どういう状況でしょうか？制作も中盤に差し掛かってきていて、ちょうど先日あたりぐらいにオープニングとエンディング作業が終わって、その辺の放送は待つだけっていう形になっております。今そういう状況です。この間打ち合わせで伺ったところによると、はい、テレビアニメの制作って放送が始まってからどんどん忙しくなっていくというふうに伺ったんですけど。そうですね、もうそれは制作中盤以降の後半ぐらいで、もう作りためてたストックが目減りしていくので、目減りしていく、追いつかれていくってことですね。そうですね、放送に追いつかれて放送日と追いかけっこでこう完成させていくという状態に陥っていきがちです。ガチなんです。ヒロアカがそうなるかどうかはまだわからない。まだ未来は分かってます。これからやばくなると思って。ここでなんですけど。やっぱりマスクがね、視聴者の方気になってると思うんですけど、武井さんのそれはいつもつけてらっしゃるんですか？ちょっと顔出し久しぶりだったんで顔出せてないんですけどね。ちょっといろいろ危険なことがあるので。危険なことがある。正直この姿は初めて見ます。そんなになんか違和感はないです。今日はボンズの撮影部に伺っているんですけれども、今午前中で午後からは皆さん作業にいらっしゃるんですよね。そうですね。基本的には正午ぐらいから作業がスタートして、普通の労働時間で帰ってくるっていう感じです。お昼からスタートするっていうのは何かが来るんですよね。撮影部がちょっと遅めの開始時間っていうのは、朝のうちにその制作進行さんたちが背景だったり仕上げから上がってきたセルっていうのを各セクションから回収して、そこからそれを整えて、いわゆるカット袋っていう袋があるんですけど、それを持って撮影部に来てもらうっていう作業が朝のうちにあって、撮影部がその朝のうちに来ても作業ができないので、素材が一通り集まってくる昼から作業を開始して夜までやってるっていう状況です。みんなの仕事内容はそのカット袋になるものに入ってるんですよね。基本的にはそうですね。指示書が入ってたりとか、あとアニメーターさんたちが描いた、本当に生の原画が入ってたりとか。昔は完全に物理的に紙とかセルとかっていうものが全部カット袋にまとまって移動していたんですね。今はデジタルに部署が増えてきたもんですから、そういうカット袋の中に全てが入っているという状態ではないんですけども、素材以外にもこのカット袋に今のカットの情報とか、例えば原画さんが誰です、枚数は何枚かかってます、チェックが誰がちゃんとしましたっていうような履歴的な情報が書かれていることも多いので、そのカット袋が物理的に撮影の方に回ってくるっていうことが未だに続いている状態ですね。で、今回はですね、現在進行中のヒロアカの制作現場で実際の作業画面も見せていただきながら、アニメの撮影の凄さを紹介していこうという企画なんですけれども、そもそもアニメは絵なのに撮影ってなんだというふうに思った視聴者も多いと思いますので、シンプルに質問させてください。アニメの撮影って何ですか？撮影というのはですね、アニメーターさんが絵を描きますよね。でそれで動きを作っていくわけなんですけども、その素材と、あとキャラクターの後ろに背景っていう素材もあるわけなんですが、美術さんが作るんですけど、その背景っていう素材と、そういうバラバラに出来上がっている素材を全部集めて、タイミング指示通りに合成して映像を作る作業ってことになりますね。みんなが作った素材をガシャッと集めて仕上げていくっていうイメージでやってますか？あくまで素材の段階だと止まっている絵、連続している絵ではありますけど、止まっている絵が出来上がっている状態なので、それらを全部こう指示通りに動かして
さらにエフェクトをつけて、合成していって映像として完成させる部署が撮影ってことになります。じゃあ割ともう最後の工程の作業という。そうですね。プロダクション作業的には結構最後の方の部署ってことになります。この後はもう編集さんだったりとか音の話になってくるので、絵作りとしてはもう本当最後の部署っていう形になります。なるほど。編集っていうのは何をするんですか？編集はカットって言ってその映像のなんていうかブロックですね、その1カット1カットが全部集まってシーンが出来上がって話数になっていくわけなんですけども、編集さんの方でそれを定尺といいましてテレビで流すための時間が決まってるわけなんですけどね、それに合わせていい感じにこう動きがつながって見えるようにこうカットを文字通り編集していく作業があるんですよ。その作業が編集さんの方で行われるんですが、それとは別にビデオ編集っていうのもこの一番最後の局面にはあって、テレビ局に納品するための体裁を整えるっていう作業も残っていたりはします。そこで音響さんから上がってきた音声、セリフの音声だったり、あと効果音ですね、それから音楽っていうのを全部くっつけて、完全な完成体として仕上げるっていう作業も後に控えてます。それがビデオ編集ですね。V 編ってやつですね。それがもう本当に最後の最後、納品直前の作業ってことになりますね。で、今日は撮影の作業について詳しく教えていただければと思うんですけど、今この主人公のデクがつるっと剥げるシーン、この画面は何でしょうか？これはですね、まず動く部分と動かない部分を分けられて作画されることが多いんですよ、アニメっていうのは。例えば入ってきた素材をそのまま読み込んだ状態だと、これデクって途中から顔動かないですよね。止まってますね。ちょっと口は動いてますけど、基本的にはもうなんか立ち止まると顔動いてないんです。そうするとちょっと別のセルで髪の毛が描いてこられるんですけど、これを全部顔を描いて髪の毛描いて、でそれで髪の毛だけは動かしてっていうのは作画的にものすごい重労働というか、効率が悪い。そうですね。立ち止まってはあはあっていう呼吸のタイミングと、あと立ち止まった後の髪のなびきのタイミングがおそらく別なんですね。サイクルが変わるんで、それで分けて作画されているという、効率を重視した作業ということですね。これって実際に放送される用の撮影をしている画面なんですよね。作業画面ですね。作業画面。本当の本物のやつ。そうです。これはそのセルを今読み込んだ状態ですね。で次がこれがそのシーンに使う背景を読み込んだ状態ですね。その背景にはこれレイアウトっていうんですけど、画面の設計図を一番最初に作る設計図ですね。それが素材があったりとかで、これが背景でそのシーンの色味だったりとか背景さんが描いてきたものの状態で、これとこれを組み合わせるセクションが撮影になりますね。で組み合わせたものがこれですね。背景と作画を合わせてこういう状態になっている。桜並木を走ってきて振り返るみたいですね。これがもう本当に着たままの状態をそのまま載せただけっていう状態ですね。でもここからさらに何かがあるんですね。そうですね。でここからどうするかっていうのが多分今の撮影の、セクションの重要なところではあるんですけど、これをちゃんと完成した状態にするとどうなるかっていうとこういう状態になるんですね。違いが分かりますかね。背景ボケた。ピントが。そうですね。背景のピントが甘くなって、手前の人が浮き立った。そうですね。でキャラクターにこの画面の、後ろ側から光が当たっているっていうことを想定してちょっと、なんかグラデーションをかけたりとか、あとは桜並木なんで桜がちょっと分かりづらいですけど散ってるんですよ。散ってきてます。っていうのを最近ではもう撮影でこの桜を作ったものをこれをさらに上に重ねたりとか、一番手前に見えるっていうか。そうですね。で全部合わせると、桜が散ってきて散ってる
ところにデクが走り込んでるっていう絵があります、できますね。こうやって作ってるんですね。これはレイヤーが何枚ぐらいなんですかね。そうですね。ちょっと横に出ているこのレイヤー数がそのまんま今回使っているやつで重ねているやつ。まあそんなに多くもないですけど。そうですね。これは多くない。これはもう本当に多くなくて、比較的軽めのカットではありますね。で、まだこれでも完成の絵ではなくて。これ完成じゃないんですか？違いました。そうなんですか。そうですね。これはエフェクトをかけた状態で、そこからフィルターっていうものを基本的な撮影作業としては通すんですね。はい。で、まあこれがさっきの状態で、じゃあフィルターを通すと、まあちょっと色味となんかまあわずかな差なんですけど、ちょっと雰囲気が出ますね。出ます。温かみというかなんていうんですかね。ちょっと光がふわっとなったりとか、あとちょっと影のこの部分とかがちょっと落ち込んだりして、色味とか明るさが落ち込んだりしてちょっと締まったりしたりとか。確かに、コントラストがついてるんですね。これがどういうシーンを想定してるかっていうと、まあ、ちょっと文字は夕方って書いてあったりするんですけど、基本的に朝早朝デクが走ってるっていう想定で買ってるので、光がちょっと持ち上がって影面が落ち込んで暗くなってるっていうところをより表現するためにしてますね。なんかさっき最初になんか線だけのやつあって、それにいろんな指示が入ってるよというお話だったんですけど、あれにはどの程度までの何が入ってるんですか？そうですね。これには基本的にはもうキャラクターが最終的にどの位置にいて、背景さんへの指示だったりとか、桜並木だったりとか、ジョギングコースって書いてあるように、ここはどういうシーンのどういう場所ですよっていうところとか、あとオブジェクトもだったりとか、あとこの赤いラインですね。これが基本的に撮影への指示で、カメラのフレームをどこに持っていくかっていうことを指示してもくれているものですね。これだとこの赤いライン目いっぱい使って撮影してくださいっていう指示ですね。ちょっとこれは広めに撮ってあるんですが、基本的にはその内側にあるちょっと黒めの線が基本のフレームで、ちょっとこのカットは少し広めのフレームを使って撮影してくださいっていう指示が書いてあります。それって広めに撮る理由は何かあるんですか？単純に元のその黒い方のフレームだと寄り気味にキャラが大きくなりすぎて雰囲気出ないんで、ちょっと一回り引こうっていう演出さんの判断で引いたってことだと思いますね。レイアウトって言われるこの紙の段階で背景とキャラクターのお芝居のラフイメージを作って、でそれをチェックに回して OK が出たら具体的な作画に入っていくみたいな作業のその元になってる絵の部分ですね。ちなみに今お見せしたこのカットなんかは本当にどっちかというと日常的なカットなので、このキャラに入るそのフレアとか、パラであったりとか、グラデーションの部分ですねとか、その最終的なフィルターにしても比較的マイルドというか、自然な空気感をどう足すかっていうぐらいの作業なんですけども、これが戦闘シーンであったりとか、あとエフェクトががっちり入るようなカットになってくると、ゴリゴリとレイヤーも増えていくし、やることも増えていくっていう状態になっていきます。ちなみに作業時間っていうのはこれでどんぐらいかかるんですか？これぐらいだと、このカットに関して言えば花びらがあって、それをちょっとこちらで用意して動かすっていう作業があるので、30分から1時間ぐらいの作業って感じですね。早い。桜の花びら作ってるんですか？撮影部で。そうですね。そうなんですか。こういう素材を綺麗。そんなものをでかく見えると。超綺麗。これ 3D だよね。3D の時もありますし、撮影でなんか作ってる時もありますね。これは確か 3D だったかな。ちょっと記憶が曖昧ですけど、似たようなもので、例えば落ち葉であったりとか、あと、雪とか雨とかもそうなんですけど、結構この類の落ち物は今はもうほぼほぼ撮影で作るんですが、落ちる量とか速度とか、そのレイアウトのキャラ配置に合わせて
あまりこう顔の前をたくさんよぎっちゃうとうるさいから、雰囲気がちょうど良くなるようなところに収まるように、そのカット用に落ち方落ち加減っていうのを調節するのにちょっと時間かかる時もありますね。こういうのってちなみに手書きではやらないんですか？手書きでやるケースもないわけではないんですけども、最近はほぼほぼ、おそらく9割以上撮影になっちゃってることが多いと思います。撮影か、もしくはもう 3D で空間ごと作ってやっちゃってるとか。作画でどうしてもやんなきゃいけないとすると、本当にそのキャラクターに何かその落ちてきた、例えば花びらが顔にひっつくとかね、そういうそのキャラクターに直接影響するような何かを描くような場合だと、作画でそこの部分だけはちょっとお願いするとかっていうこともありますが、丸々全部を作画でお願いすることはもう今はほぼない状態ですね。なんかすみません、今回のこの撮影のためにちょっとその制作系のアニメをちょっと見たんですが、なんかそこでその 3D でそういうエフェクト的なのをやるのか、作画でそういうエフェクト的なのをやるのかみたいなので、ちょっとなんか論争がしてるっていう描写があったんですけどそういうのはもうなくなってきてるという。いや、それも本当にケースバイケースで、3D の方が適している場合と 2D 側でやっちゃった方が早いっていうケースと、それはまちまちですね。その作画か作画じゃないかっていうところで、ヒロアカだとよく出てくる表現なんですけど、このデクが走ってるかと、これなんですけど、デクは今いわゆるフルカウルっていうちょっとワンホールっていう個性を使っている状態で走ってる状態なんですね。作画だとちょっとデクの色が上がって影付けも変わってちょっと明るい感じの、パキッとした雰囲気ですね。そうですね。でくるんですけど、このままだと全然デクがなんか個性を使ってる描写じゃないんですよね。全身に力がみなぎってる状態ですもんね、フルカウル。そうですよね。じゃあどういう表現をしているかっていうと、デクをまず第一段階として光りましたね。デクを光らせる。でもこれでも足りないんですよね。デクがこの個性を使っているっていう表現をするには。じゃあどうするかっていうと、このピカピカっていうピカピカっていう、スパークですね。体にまとわりついてる光。このスパークはこれはもう撮影で置いちゃってるんです。体にまとわりつくように調整してあるやつ、あとはその出方のタイミングとか大きさみたいなところですね、その辺の調整を撮影上でさらにカスタマイズしていくっていうところなんですけど、そうですね。ある程度でかいスパークだったり、キャラクターが小さい時はもう小さいスパークだったりとか。これは今何をいじったらこうなったんですか？エフェクトコントロール。そうですね。エフェクト、この処理自体はもうシリーズで通してずっと出てくるものなので、ある程度もう自動化してちょっと数値を変えるとキャラクターがアップになった時とか、あと今ちょっと普通の大きさなんですけど、もうだいぶ引きのキャラクターがもうなんか全然遠くにいる時用にちょっと細かいものが作れるように、そういうセットが作ってあるんですね。そうですね。便利道具が。動きに合わせてある程度体の周りにスパークがまとわりつくような形に調節してあるっていう状態です。そうですね。でぶっちゃけスパークだけで言えば作画さんが描ける描けないで全然描けはするんですけども、一つ問題になるのがやっぱアニメーターさんってたくさん人数がいるので、例えば10人いたら10人でどうしてもスパークの作画の仕方に癖が出ちゃうんですね。すごく大きく太く描いちゃう人と、逆に弱く控えめな人、はんなりと描いちゃう人とかいろいろありまして、ちょっとシリーズを通してたくさん出てくる処理ってことになった時に、それぞれの違うスパークがバランバラに出てきてしまうといろいろ統一感がなくなっちゃうっていうところもあるので、逆に撮影側で統一した形のものを作ってしまっておいた方が、結果その長いシリーズの中で同じクオリティのものが作り続けられるっていう利点があるという判断もあって、スパークに関しては撮影の方で処理しているっていうのもあります。やっぱやる人によってその違いは出るものなんですね。全然変わってきちゃいますね。
だからこれも先ほどのその花びらとかもそうだったんですが、キャラクターにまとわりついてるものなので、場合によっては本当にもうキャラの特定の場所から特定の放出の仕方をさせなきゃいけないようなケースもあるんですよ。そういう時はどうしようもないんで、そのカットのその部分だけ作画でやってくれっていうこともあります。指先からボーンと出すっていうの。そうですね。あとそれこそ普段では見ないような激しいスパークを意図的に作りたいとかっていった場合に、そういうアクセント的なものは作画でお願いすることもあります。だから結構ミックスになってますね。なるほど。そうですね。じゃあ一概になんかこうピカピカ光ってたら撮影の仕事だとかって思えないんですね。そうですね。なるほど。ただそうですね。ちょっとオープニングのもうなんかめちゃくちゃ多いレイヤーがめちゃくちゃな感じが。これもまあ同じくさっきのスパークなんですけど、これも撮影でつけたスパークではあるんですけど、ちょっとさっきと雰囲気が違いますね。違うのがもっと伸びてる感じがしますね。そうですね。さっきのはもう本当にランダムにうねうねしてただけだと思うんですけど、じゃあ何が違うのかっていうと、これは撮影でつけてはいるんですけど、撮影で手付けでつけてる。手書きというか、まあマウスで書いてる。ちょっとアクションに寄り添ったスパークじゃないですか。そうですね。縦に伸ばすっていう感じの。これはアフターエフェクトのこのソフトの中で書くんですか？そうですね。ここにもうずっとこの一つ一つがそのラインですね。ブラシでもう一つ一つ。ブラシ90本ぐらい。そうですね。書いてる。これ逆になんでこれ書いたの？いやだってオープニングのラストでかっこよくしたいじゃないですか。次は本編だと普通にさらっと見れてる部分が実はちょっと面倒くさいよっていうところを。面倒くさい。まあ面倒くさいっていうと語弊がすごいあるんですけど、エンデバーっていう現ナンバーワンヒーロー。そうですね。これから放送されるロッキーとかでももう主役のキャラクターなんですけど、もうずっと出ずっぱりのキャラなんですけど、このキャラ炎をまとってるじゃないですか。ずっと燃えてます。ずっと燃えてるじゃないですか。じゃあ燃やさないとなっていうことで撮影でも大事ですね。ずっと炎の処理が入ってますね。でこの炎の処理もただ光ってるだけじゃなくて、この中にこういうエフェクトというか、まあ、ちょっと質感がずっと張り付いてるんですよね。このグレーのモヤモヤしたっていうのは質感、テクスチャー。そうですね。でこれに色を重ねてるっていう感じ。そういうことになります。じゃあこの質感を顔と体で別々の場所に貼り込まないといけなくて、じゃあ顔の鼻下あたりに1個、体のおへそのあたりに1個っていう形でもう毎回張り込んでて、でエンデバーはやっぱヒーローなんでアクションするので、じゃあ顔に貼り付けて顔がグヤングヤン動いてたらそれを追っかけていかないといけなかったりで、なるほど。エンデバーっていうキャラは出てきただけで撮影が大変になるっていうキャラクターですね。さっきのこの火の輪郭っていうか範囲指定はどうやってやるんですか？これを色をこれはもう作画なんで、作画の色を抜き出して、この体の炎だけの状態にして、ちょっとそれはソフト的な話なんですけど、これをマスクっていう、マスクっていう言葉自体は昔からあるんですけど、マスクとしてこの部分に切り取って合わせる、その部分だけ見えるようになるっていう。色指定なんですね。そうですね。アニメの場合はペイントの仕上がりの段階で、色が全部パッキリ分かれているんですよ。この仕上がってきた段階のものだと、その階調が全部一つの色はベタ色で均一なので、その色を指定してマスクみたいにこう切り分けてしまうっていうのがすごくやりやすい状態になってるんですね。こういう感じで炎だけを抜き出すような色で仕上げさんに塗ってもらってるっていう形ですね。ちなみに素朴な質問なんですけど、またアニメのエンディングにいつもスタッフのクレジットが入ると思うんですけど、あれで出てくる順番で仕上げっていうのが僕は気になっていて、
仕上げってなんだろうっていうのはよくわからないんですけど、撮影の前にあるってことは工程として撮影の前なんだなというのは僕は感じていてそうですね。仕上げっていうのはこの色のついた絵を作るセクションです。作画さんが描いてるのはあくまで線画なので、鉛筆、今だと鉛筆だったりデジタルで描いてたりしますけども、どっちにしろその線だけなんですね。なるほど。で塗り分けも色トレスといって、その色の線で描かれている、もうその塗りのない線の状態なんですよ。これ線取りの絵があるなら線取りの絵見せたら変じゃないかな。これは繊細すぎるな。これですね。ちょっとこの後見せようと思ってたかったなんですけど、これ止める、これとかだと比較的分かりやすいんですけど、作画さんが描いてくるものっていうのはこの実線、主線の部分ですね、主線の部分と、黒の線ですね、それから、影の塗り分けの線、今これデジタルの作画さんなので影線のところに色を置いてるんですけど、これ動画になった段階では影の今薄い紫に塗ってある部分ありますけど、あれがない状態でもう本当に黒い線と色の線だけっていう絵が上がってくるんですよ。でそれを仕上げさんの方で実際の完成した色にペイントするんですね。でそのペイント仕上がったものが撮影の方に回ってくる素材ってことになります。なるほど。なので工程としても撮影の前の工程ですね、仕上げは。なんで仕上げって言うんですか、そこで。なんでですかね。昔はセルっていう透明なシートに絵を描いてたんですね。そうですね、シートに絵の具で色をペタペタと塗りつけていたんですね。その頃も仕上げさんでしたね。でもそっか、セルの状態で仕上げるのはその人たち。そうですね。デジタルになってからも結局色をつけて、要はその撮影する素材として仕上げる人たちとしては仕上げさんってことになりますよね。なるほど。セル時代からの名残と考えれば理解できました。はい。基本的に今のアニメ用語って完全にアナログの時代からの名残の名前なので、撮影っていう名前もやっぱ今の時代にはあんまり撮影っていう表現は即してないところがあります、確かに僕も初めて聞いた時、撮影ってあるんだって思いました。実際にカメラを持って何かしてるわけでは、今だとコンポジットっていう言い方の方が本来なのかもしれませんけどね。これもちょっと撮影的にかなりいろいろやってるっていうカットになります。とりあえずまず何も置いてない状態、何もしてない状態ですね。背景が一番後ろ側からの背景があって、壊れた街並みですね。で、ちょっとこのカットは 3D のモブがいて、これはこれでまた、今回結構ヒーローがたくさん、ヒーローもそのヴィランもたくさん出てくるので、モブの 3D キャラも結構用意されていたりするんですよ。なので奥の方の量をたくさん見せないといけないようなカットの時には、3D で作ったモブさんたちを大量配置するとか、大量に動かすとかっていうこともやってます。なるほど。その一端ですね。なるほど。言われなかったら絶対気づかないサイズ感ですね、これは。で、手前にその作画でのモブも、これは作画。これは作画です。境目わかんないですね。ちなみに 3D 外すとどうなの？3D 外すと寂しい。弱そうですよ、こんだけあったで手前にメインのキャラクターたちがいて、ちょっとで手前に瓦礫なんかが落ちてたりしてっていうのが、これがもう何もしない、ただ置いただけの状態ですね。ここまでは仕上げから来た素材を配置したっていう。そうですね。なるほど。ただ直置きしただけ。直置きして、多少さっき言ったスムージングって言われる処理だったりとか、そういうのはつけてますけど、もう本当にただ置いただけ。じゃあこれが撮影して本番用になるとどうなるかっていうと、出来上がってたものがこちらです。で、さっき見たフィルターっていうものをかける前の状態なので、いわゆるテレビ放送されるちょっと前、完全な完成ではないです。空気感的なものはつけてない状態。そうですね。炎が動きとかも全部撮影でつけた炎が手前にあったりとか、あと火の粉ですね。これも撮影の。火の粉はさっき指示にありましたっけ、なかったでしたっけ？
火の粉はなかった気がしますね。ただ、これがタイムシートといってですね、なんだこれは、何もわからない。タイムシートといってこの1枚で6秒分のタイムラインが書いてあるんですけど、はい、セルと、背景ブックの重ね合わせ位置であったりとか、このカットの場合だとセルは全部1枚だけなんですけども、はい、動きのある場合はその動きがどのようにそのタイムライン上配置されるのかみたいな指示であったりとかが書き込まれていく代物です。こんな感じでたくさんその連番の書き上がった、動画のナンバーのものがこういうふうに表示されてってくださいっていう指示が書き込まれているものですね。で上の方の欄に撮影用のメモがたくさん書いてあります。カメラワークであったり、セルが例えばそのスライドとかって画面内をこう動いたりするようなケースですね。その作画で動くのではなくて、位置をずらして表現したりとかっていうような場合に、ここに全てその指示が書き込まれます。なるほど。こういうふうに動かしてねっていう、これを撮影の方で読解して具体的な処理としてアフターエフェクト上で再現していくということになります。なるほど。ただ読んで分かる通り別にそんなに事細かなことが書いてあるわけじゃないので、例えば右側の上 AB セルにパラ入れてくださいって書いてありますよね。はい、パラ入れてくださいとはありますけど、どう入れろということではないので、いい感じに入れるっていうことでやっといてが書いてある。はい、この下の集中線入れてくださいも、じゃあどう入れるかっていうと、いわゆる背景というかセルのなんかパースというか奥行きに合わせて入れてくださいっていうことが、ちょろっとここに書いてあったりとか、最終的にはよろしくお願いしますとなる任せたりね。これも撮影で、これも撮影なんですか。ビックリナースなんかはちょっとウサギっぽい。わけえな。本当だ本当だ。これ撮影なんですね。撮影で本当に広いですね、範囲が。撮影で揺れを足してみたって分かりますかね。ロート好みな感じだね。そうですね。